今日は日本での謝り方について話そうと思います。日本語には謝る言葉が3つあります。ごめんなさい、すみません、申し訳ありませんの3つです。まず、日本での謝り方の大切さについて話します。どこでもそうだけど、謝ることってとても大切ですよね。誰かに迷惑をかけたり、間違いをしたりしたときに、ちゃんと謝ることで、また仲良くなったりできるからです。当然日本でも謝ることは、生活や友達との関係を良くするために必要なことです。日本には和という考え方があります。これはみんなが仲良くすることや平和に過ごすことを大切にするという意味です。謝ることはこの和を保つためにとても大事です。誰かが間違いをしたときに素直に謝ることでみんなが気持ちよく過ごせるようになります。次は謝るときの気持ちについて話します。謝るときには本当に悪いと思っている気持ちを込めることが大切です。心から謝ることで相手もその気持ちを感じてくれます。そしてまた仲良くなることができます。さっきも言った通り、日本語にはごめんなさい、すみません、申し訳ありませんといった謝る言葉がたくさんあります。それぞれの言葉は使う場面や相手によって使い分けるんだけど、これからその違いについて話します。まずはごめんなさいから。ごめんなさいは友達や家族に対して使うことが多いんです。ちょっとしたミスや小さな問題があった時に使います。日本語のごめんなさいはカジュアルな場面でよく使います。つまり、友達や家族など、普段から親しくしている人たちに対して使うことが多いです。どんな時にごめんなさいを使うのか具体的な例を見てみましょう。友達に謝る時の例を挙げます。例えば、お友達と一緒に遊んでいて、うっかり自転車を壊してしまったとしますね。そんな時、ごめんなさい、自転車を壊してしまったよ、と謝ります。友達に対して誠実な気持ちを伝えることが大切です。もう一つ例を挙げますね。例えば、誤ってお友達にぶつかってしまったとします。この時、ごめんなさい。ぶつかっちゃったと謝ることで、お友達はあなたが気にかけていることを理解してくれます。次は家族に謝る時の例を見てみましょう。例えば家でお手伝いをしている時に、うっかりお皿を落として割ってしまったとしましょう。この場合、ごめんなさい、お皿を割ってしまったと謝ります。家族はあなたの謝罪を受け入れ、次回は気をつけるように教えてくれると思います。もう一つ例を挙げてみます。例えば、お母さんと約束していた手伝いを忘れてしまったとしましょう。そんな時は、ごめんなさい、手伝いを忘れてしまったと謝ります。お母さんはあなたの謝罪を聞いて、また次に約束を守れるように励ましてくれるはずです。ごめんなさいは身近な人たちに対して使うことが多い謝罪の言葉です。友達や家族に対して誠実な気持ちを伝えることで良い関係を保つことができます。状況に応じてごめんなさいを使って相手に謝ることを忘れないようにしましょう。それから、ごめんなさいは、軽い謝罪や小さなミスでよく使います。
つまり、あまり大きな問題ではないときに使う謝罪の言葉なんです。ここでは、どんなときにごめんなさいを使うのか、もう少し例を見てみましょう。例えば、友達と約束をしていて、ちょっと遅れてしまったとします。そんなとき、ごめんなさい。少し遅れちゃったと言います。この場合、大きな問題ではないので、ごめんなさいで十分です。もう一つ例を挙げます。例えば、お友達と並んで歩いていて、うっかり足を踏んでしまったとします。この時は、ごめんなさい、足踏んじゃった、と軽く謝れば大丈夫です。お友達もすぐに許してくれるはずです。それと、小さなミスをした時にも使えます。例えば、友達とゲームをしていて、うっかりミスをしてしまい、チームが負けてしまった時などは、ごめんなさい、ミスしちゃったと言います。このような小さなミスでも、ごめんなさいと言っておくと、お友達との関係が良好に保てます。ごめんなさいは、軽い謝罪や小さなミスをした時に使う言葉だということが分かってもらえたと思います。大きな問題ではない時に使うことで、相手に気持ちを伝え、すぐに許してもらえることが多いです。状況に応じて、ごめんなさいを上手に使って、良い関係を保ちましょう。じゃあ、次は、すみませんについて話します。すみませんは、少しフォーマルな場面で使います。初めて会う人や先生、店員さんなどに対して使うことが多いです。また、謝罪だけでなく、感謝の気持ちや相手の注意を引くときにも使えます。すみませんは、日本語でよく使われる言葉で、いろいろな場面で使うことがあります。基本的には、誰かに迷惑をかけたときや謝りたいときに使います。他にも感謝や注意を引きたいときにも使えます。とても便利な言葉だから覚えるといいですよ。それから、すみませんはビジネスシーンなどでもよく使われます。仕事でミスをしたときや何かお願いをするときなんかに使います。例えば、会議に遅れてしまったときに、すみません、遅れてしまいましたなんていうことがあります。それから、初対面の人や目上の人への謝罪にも使います。例えば、学校の先生や初めて会うお友達の親に対して何か失礼なことをしてしまったときに使います。例を挙げてみますね。例えば、学校で先生に宿題を忘れてしまったとき、すみません、宿題を忘れました、って言います。先生に対して丁寧に謝るために、すみませんを使います。もう一つ見てみましょう。例えば、初めて会う友達の家に遊びに行ったときに、靴を脱ぎ忘れてしまったときには、友達のお母さんに、すみません、靴を脱ぎ忘れました、と言います。初対面の人に対しても丁寧に謝るために、すみませんを使います。さっきも言ったけど、すみませんはいろんな表現ができる便利な言葉です。すみませんは謝るときだけでなくて、感謝の気持ちを伝えたり、誰かの注意を引きたいときにも使えます。感謝の気持ちを表すときは次のように使うといいでしょう。誰かが重いドアを開けてくれたときに、すみません、助かりました、と言うといいです。この場合には、すみませんは、ありがとうと同じ意味になります。次に注意を引く場面の説明をします。例えば、
お店で店員さんに話しかけるときに、すみません、ちょっとお伺いしたいことがあります、と言います。これで、店員さんの注意を引くことができます。もう一つあります。例えば、あなたが公園に行こうとして、道に迷ったとします。それで知らない人に道を尋ねたいときには、すみません、この近くに公園はありますか？と聞くといいです。これで、その人の注意を引いて、質問することができるでしょう。ここまですみませんについて話してきたけど、すみませんはとても便利な言葉で、謝罪だけでなく、感謝や注意を引くときにも使えることが分かったと思います。適切な場面ですみませんを使うことで、相手に対して丁寧な気持ちを伝えることができます。最後に、申し訳ありませんについて話します。申し訳ありませんは、とてもフォーマルで深い謝罪の言葉です。仕事で重大なミスをしたときや大きな問題が起きたときに使います。子供が使うことは少ないと思います。よく見かけるのは、テレビなんかで謝罪してるシーンです。日本では、相手に対する敬意を持って謝ることがとても大切です。状況に応じて適切な謝罪の言葉を使うことで、相手に自分の気持ちをしっかり伝えることができます。申し訳ありませんは、日本語でとても丁寧でフォーマルな謝罪の言葉だから、大きなミスをしてしまった時や、誰かに大変な迷惑をかけてしまった時に使います。この言葉を使うときは、本当に申し訳ない気持ちを伝えたいときになります。フォーマルな場面での使い方について説明します。仕事で重大なミスをしてしまったときや、公式なイベントで失礼なことをしてしまったときに使うことが多いです。例えば、会社で大切な書類を間違って送ってしまったときなんかに、申し訳ありません。大きなミスをしてしまいました。と謝るといいですね。これはビジネスの場面での正式な謝罪になります。もう一つ例を挙げてみると、例えば、公式なイベントなどで何か失礼なことをしてしまったときには、申し訳ありません。不適切な行動をしてしまいました。などと謝ります。これはみんなの前で正式に謝るときに使います。それから重大なミスやトラブルの謝罪でも使いますね。申し訳ありませんは、特に重大なミスやトラブルが発生したときに使う言葉です。小さなミスではなくて、大きな問題が起きたときに、この言葉を使うことで、深い謝罪の気持ちを伝えることができるんです。例えば、お店やレストランで大きなトラブルが起きたとき、店員さんやマネージャーが、申し訳ありません。今すぐ対応いたします。と言って謝りますよね。これは、お客さんに対する正式な謝罪になります。あと、こんな場面もありますね。例えば、仕事で重要なプロジェクトに失敗してしまった時なんかに、申し訳ありません。プロジェクトがうまくいきませんでした。と真剣に謝ります。これは、責任を持って謝罪する時の謝り方です。申し訳ありませんは、非常に丁寧でフォーマルな謝罪の言葉だということが分かってもらえたと思います。重大なミスやトラブルが起きた時に使うことで、相手に対して深い謝罪の気持ちを伝えることができます。この言葉を適切な場面で使うことは、日本ではとても大切なスキルになります。
次は、謝罪の言葉の使い分けの重要性について話します。謝罪の言葉を使い分けることは、人との関係を良好に保つためにとても重要です。適切な言葉を選ぶことで、相手に対して尊重や礼儀を示すことができます。次は、シーン別に使い方を考えてみましょう。カジュアルな場面では、ごめんなさいがよく使われます。友達や家族など身近な人たちとの間で小さなミスをしたとします。ごめんなさいを使うことで、気軽に謝罪することができて、関係を円滑に保つことができます。フォーマルな場面では、すみませんや申し訳ありませんが使われます。先生や上司、初対面の人などとの間での重大なミスや大きな迷惑をかけたときに使います。これにより、真剣に謝罪の気持ちを伝え、相手との信頼関係を守ることができます。次に大切なのは、コミュニケーションを円滑にするための謝罪の言葉の理解です。とても大切なのは、相手の気持ちを尊重することです。適切な謝罪の言葉を使うことで、相手の気持ちを尊重して、誤解や不快な感情を防ぐことができます。カジュアルな場面でもフォーマルな場面でも、相手がどのように感じるかを考えて、適切な言葉を選びましょう。それと、コミュニケーションの円滑化です。どういうことかというと、謝罪の言葉を使うことで、コミュニケーションが円滑になります。自分のミスや誤解を認めることで、相手との信頼関係が築かれ、より良い関係を育むことができるからです。また、他人との協力やチームワークを大切にすることもできるようになります。日本で特に重要とされるのは礼儀です。謝罪の言葉は、日本の社会では礼儀としても非常に重要です。正しい言葉を使うことで、自分の教育やマナーを示すことができるし、人との良好な関係を築く基盤となるからです。謝罪の言葉を適切に使うことは、日本の文化や社会において重要なスキルになります。相手とのコミュニケーションを円滑にして、互いを尊重することで、より良い関係を築くことができるからです。ここまで、日本の3つの謝り方についてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか？コメント欄にご意見をいただけたら嬉しいです。それから気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。では、またお会いしましょう。